車を降りて今豊洲に着きました。すごいなんかもうくるっとこれだけ高い建物が多いのに空が広く感じるのが不思議。豊洲に来たのでひとまずブルーボトルに行きたいなと思っていて散歩を開始しているところです。コールドブルーにしました。暑いね目の前の景色がさ、もう、ね、自然もあって都会的でいいね。豊洲いいよなさっき自転車を借りたんですけど、あれだったんですよ新木場にある貸し家に行こうとしていて、その場所もね覚えてるから何も見ずに行ったんですけど、そしたらまさかの休業で、うわーやっちゃったーと思ってなのでね、急遽近くで自転車を借りて、でそのまま豊洲に来たっていう流れです。マップ見なよって全然空いてると思って向かってしまったけど、貸し家にある薬膳カレーがね食べたいなと思うので、もう明日でも行こうかなって思ってます。昨日吉本バナナさんのキッチンを購入したので、ちょっと読んでみようかなって思っていて、ひなぎくの人生から自分は吉本バナナさんを初めて読んだんですけれど、キッチンもね見なさいっていうのをいただいたので読みますお待たせしました。美味しく召し上がれます。ありがとうございます。涼しい、風が気持ちいいわ風が気持ちいいね。ちょうどそう吉本バナナさんのキッチンを読み終えて、気づいたら、ね、夕方になっていたので小腹が空いちゃいまして、銀だこが食べたくなってしまったブルーボトルの真横に豊洲なのでララポートが入っていて、なんかこういう大型なショッピングセンターに入るのもちょっと久しぶりだったので、テンション上がってくるくると巡ってしまったんですけど、その間に銀だこを見つけて、食べろってなったところです。あんまりうまく割れなかった。そう、後ろには勝どき橋があって、でビル群がちょこちょこあって、そう、タワーマンションがちょこちょこあって、すごいね、こんなところに住んでいたらって思うとゾッとする。いただきます。なんかゆっくりとさ、日を落ちてくのを眺めるのがすごい気持ちいい。ここいいね。本
当に今 GoPro で映ってる景色もそうだけど、もう空が広く感じる。ここ突然だけどさ、銀だことミスドって不意に食べたくなる瞬間多いですよね。そう、銀だこはちょこちょこ見かけるんですけど、東京都内にミスドってなんでこんなに少ないんだろうっていつも疑問です。たまに見つけた時嬉しくて買っちゃうんですよね、いつも。少し早いんですが帰宅をしました。少し早めに帰ってきたのも、最近YouTube の方を見ていて、この英語学習法楽しそうって思ったのでトライし始めてみようかなって思ったので、そのデビュー戦をお届けしようかなと思います。何をするかっていうところなんですけれど、メモのアプリに今日あったことを簡潔に話して、でそれをチャット GPT に落とし込んで復唱していくっていうようなやり方です。早速ね、やってみましょうか。ちょっと初めてだから自分もね緊張するんですけど、音声認識でまずは日本語を話していきます。本当に今日の動画の中のことから話していこうかなっていうのと、すごい簡潔にまとめるのでなかなか短文かもですけれど、練習に持ってこようかなと思ってます。じゃあいきますか。今日の日記です。今日は自転車を借りて東京都内をサイクリングしていました。豊洲にあるブルーボトルコーヒーに行って読書をしました。天気も晴れていたのでテラス席で読書をしました。とても心地よかったです。読書する時間が自分は好きだなって思いました。テラス席から見える景色も良かったので、写真や動画を撮影するのも楽しかったです。この後は夜ご飯を食べて、今撮影した動画の編集をして、お風呂に入ってから寝ようと思います。今日もいい休日でした。以上。はい、こんな感じで今日あった出来事をメモにしたので、このままチャット GPT に貼り付けます。今日あった日記をコピーして貼るので、誰かに話しかけるみたいに英語に訳してほしいです。もちろんです。日記を貼っていただければそれを英語に訳しますね。めっちゃいい声なのおもろいんだよな。一回聞きますか。 Just wanted to share a bit about my day. I rented it was such a good day off. 今いただいた英訳を話すので、発音などのフィードバックをください。もちろんです。英語を話していただければ発音やイントネーションについてフィードバックをお伝えしますね。どうぞ話してみてください。じゃあいきます。I just wanna share a bit about my day. I rented a bike and spent the day cycling around Tokyo. I stopped by the Blue Bottle Cafe in Toyos and did some reading there. The weather was beautiful, so I sat out on the terrace. It felt really peaceful. While I was reading, I realized how much I enjoy having that kind of quiet time to myself. The view from the terrace was amazing too, so I had fun taking some photos and videos. Later, I'm planning to grab some dinner, edit the videos I just took, take a nice bus, and then head to bed. It was such a good day off. すごくいいですね。全体的にスムーズに聞こえますが、いくつかのポイントで改善できるかもしれません。具体的なフィードバックは以下の通りです。I just want to share a bit about my day. この部分はいい感じですが、wanna を使うのはカジュアルな表現です。もし少しフォーマルにしたい場合は want to 問題ありません。Needs. Take a nice bath and then head to bed. この部分も問題ありませんが、発音に気をつけたいのは bath ですね。日本語ではバス、バスと発音しがちですが、舌を上の歯の後ろに当てて少し息を抜くように発音します。これが bath の正しい発音です。全体的にとても良かったです。自信を持って話してみてくださいね。ありがとう。今文法なども修正してくれたと思うので、修正した英文をもう一度欲しいです。もちろんです。修正した英文を以下にお伝えしますね。
I just want to share a bit about my day. I rented a bike and spent the day cycling around Tokyo. 今修正してくれた英文でもう一度読み上げてみるので、発音に関するフィードバックをください。了解です。もう一度読み上げていただければ、発音に関するフィードバックをお伝えします。どうぞ。I just want to share a bit about my day. I rented a bike and spent a day cycling around Tokyo. I stopped by the Blue Bottle Cafe in Toyos and did some reading there. The weather was beautiful, so I sat out on the terrace. It felt really peaceful. While I was reading, I realized how much I enjoy having that kind of quiet time to myself. The view from the terrace was amazing too, so I had fun taking some photos and videos. Later, I'm planning to grab some dinner. I'm gonna edit the video I just took. Take a nice bath and then head to bed. It was such a good day off. 素晴らしいですね。全体的に流暢で自然に聞こえますが、いくつかの発音や小さな文法のポイントについてフィードバックをお伝えします。と流れがスムーズになります。Took a nice bath. 11 It was such a good day off. 完璧です。good のうの音を少し長めに発音すると It was such a ク good リアに day 聞こえます。 Good. 全体的にとてもいい発音です。 It was 自 such 信 a を持って話してください。 good day off. もし他に気になる点があれば引き続きフィードバックしますので、どうぞお知らせください。ありがとう、助かる。どういたしまして。お役に立てて嬉しいです。いつでも質問や練習したいことがあれば教えてくださいね。はい、そんな感じでフィードバックをいただきながら発音を練習したりっていうのもこれからやっていきたいなと思う習慣の一つですね。結構初めてやってみたんですけど、結構楽しいもんですね。自分の話しづらいポイントが分かるからいいかもしれないなって思いました。日本語で短文にした日記に関してもすごい簡単な文だと思うんですよ、きっと。なんですけど、これを英語でとっさに話すって意外と難しかったりするなって思うので、英語で話すっていう力をつけるためにも自分の思ってることだったりとか自分の感覚とか感情と結びつける方が早いんじゃないかなって最近思い出したので、この方法を今後も取り入れていけたらいいなって思うので、動画でねこの練習をしてる機会が増えるかなと思うので、なんかこう成長記録を楽しんでいただけたら嬉しいです。ね、英語って本当になんか筋トレと同じな気がする。習慣化してなんかその筋肉を慣らしていくみたいな、口に慣らしていくみたいな感覚だなと思うので、地道ですね。やっていきましょうでも楽しくなってきた。すごいいいね。この習慣ちょっと毎日続けようかなって思いました。だいぶね英語の練習もしながらいたら時間も経過したので、この辺りにしようかな。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。英語のね練習も今後動画にしていこうかなって思っているので、楽しみに見ていただけたら、成長をね見ていただけたら嬉しいなと思ってます。地道に頑張りましょう